我々漫画家は結構ここで嘘をついてる。こんにちは、浦沢直樹です。この YouTube チャンネルもですね、2021年から始まってですね、非常にこの回数が少ないというので有名な、YouTube チャンネルなんですけども、電子配信が始まったのもその2021年の年末あたりですか。皆さんのおかげさまをもちましてですね、浦沢直樹電子配信もかなり進んでまいりまして、この度ですね、これ2000年に発行された浦沢直樹短編集「初期の浦沢」っていう本がですね、未収録作品などを加えまして再編集されて、デジタル配信になるそうなんですよ。全28作品というバージョンで650ページの大ボリュームですって。すごいですね。この厚みっていうのも紙の本の良さなんですけどもね、そんな重いものを持って歩きたくはないわと、旅先でちょっと読みたいわなんていう人のね、ちょうどいいですよね、電子配信。で1983年の「ベタ」っていう作品でデビューしたってことになっておりまして、気がつけば今年40周年なんですね。そんなに経ったかなっていうぐらい時の経つのは早いんですけども、新人コミック大賞それを受賞したのは1981年なんですよ。先日「まんべん」っていう番組に出ていただいた島本和彦さんと同じ時に受賞してるんですよ。新人賞の応募用に漫画を書いていなかったので、44ページっていう中途半端に長いページ数で書いて、でそれを提出したらそれが新人賞を取ってしまったので、30ページに縮めろってその担当編集さんに言われて、本当にハサミでジョキ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 切って、それで30ページまで詰めたんですけど、でもその作業が卒論を先に書いて、それから原稿を30ページに詰める作業をしたもんですから、ちょっと時期がずれちゃったんですよね。ビッグコミックオリジナルっていう雑誌はですね、手塚治虫、斎藤隆夫、白戸三平、石ノ森章太郎、藤子亮先生、もうキラ星ずらーってピチピチで大活躍されている頃で、僕みたいなズブの素人が入り込める隙間なんかもともとないんですよ。なのでずっと僕の作品は乗らずで、ネーム書けば破滅的なネームしか書かない男だったので、もう少しなんかラブコメとか書けないのって言ったら、ラブコメなんか書けませんっていう感じで1年以上経っちゃって、で「ベタ」っていうのも破滅的な作品なんですけども、それを書いてやっと1983年4月1日発行の「ゴルゴ13」別冊巻末の本当もうこの終わりのとこですよ、8ページ、ここに私デビュー作載ったんですよ。これが私のデビューなんですよ。誰も見てないから好きなもん書いていいよっていうふうに言われたんですよね。目的はゴルゴ13ですから、その先を読まないでみんなもう読んだってなる、そういう本ですんで、本当何書いてもいいよっていう自由な作品をここに書きましてデビューさせていただきました。そんなんで今日はですね、私なんだかんだ言って40周年とは言ってますが、本格的に漫画を描いたのが8歳の時ですので、本格的な漫画を描き始めて55周年みたいなものですね。その間なんか普通にこう喋るように漫画っていうものの語り方、そういう論法みたいなものを自然と身につけてたんですね。漫画における嘘だったりとか、漫画をこういうふうに書いたらスッと読めるようになるみたいなもの、それは何かっていうことをちょっと皆さんに今回お話ししてみようかなと思いましたので、ちょっとそんなのを見てみてください。漫画っていうのはこう小回りがあるじゃないですか。こういう形で例えば小回ってみましょうかね。こういう感じの漫画のコマがあるとしますね。そうするとこの中で読み始めるのってここからじゃないですか。そうするとね、例えばこういうカフェで
こういうカフェでこういうふうな会話があるとするじゃないですか。こっちの人からねちょっと聞いてんのってやるとここでクロスしちゃうんですね。ということはこのコマはこっちの人から話し出す。そうするとここでこれ A さんでこれ A さん、この会話で2人いるっていうのが分かって、こうやって2人の会話が始まって「ねちょっと聞いてんの？聞いてるわよ。冗談じゃないのよあいつったらさ」っていうのをここでもセリフがこういけるんですよ。でもここで分けちゃうと彼女がここに来るんですよね。そうするだけでコマが一つ増えちゃうんですよ。ねえちょっと聞いてんの？ここで聞いてるわよ。冗談じゃないよ。いう感じの流れになるともうすでにそこでリズムが悪くなってる。なのでここでこの子が話し出す返事をするセリフはここでも成り立ってそこで本題に入るこのスピード感、何気なくいつも見てるけど読みやすい漫画ってそうなってんだよっていうことですね。で A さんから話し出すっていうことが多いシチュエーションにすることで、例えばこっち A さん、っていうふうにこっちの人が先手を打って話しがちにできる構図っていうのがここが窓なんですよ。そうするとこっち側の人が先手を話し出すと話し出す人が右側に行くわけだから窓の外から取らなきゃいけないんですよ。そうしないと左の人が先手取って話すっていう構図にならないのね。だから先手を取って話す人っていうのは右側にいるっていうことは、例えばこの窓辺の席を使うとしたらこっち側に窓があるっていうのはこれ割と鉄則なんですよ。これはあくまでも日本の漫画の場合ね。海外の漫画になったらこうなりますからねきっとね。皆さん何気なく読んでいるけどもこのバランスがスムースに出来上がっている漫画ってすごい読みやすいんですよ。読みづらいなってなるとドラマに読者が入りづらくなってくるんですね。なのですんなり入るっていうための配置なんですね。そしてですね、漫画が日常的に使っている嘘みたいなのがあるんですけど、この手前の人、こういうヘアスタイルのがいいかな。これよく見ますよね、こういう感じのね。あとここ窓ですよね、こうやってね。で本当のことを書いてみましょうか。実際にこのシーンを写真でパッて撮ったらこうなんですよ。この人顔見えないんですよ。このぐらい顔が見えるってことはかなり横向いてるんですよ。こっちの方を見ていると目とか鼻とか口とか見えてくるんですけど、普通にこの正対して向こう見てると見えてないんですよ。でこういうふうにすることでこの全然聞く気のないようなこの人の演技がちゃんと出てくるのね。でも本当に書いたらここ顔見えないんですよ。だけどここにちょっと顔を入れてやることでここの演技が済んじゃうから次の演技に入れるんですよ。この次のコマは
またこの A さんがっていうふうに喋り出すけど、ここもしかしたら B さんここでB さんの聞く気のない顔をここで描かなきゃいけないかもしれないから、そうするとまたここで間延びしたリズムになるんですよ。漫画って本当は見えないこの角度でのこの顔を描くっていうのをみんなさらっとやってるけども、この一コマで両者の感情が分かり次にもう進めるんですね。我々漫画家は結構ここで嘘をついてるんですね。僕なんか割とデビュー当時これは嘘だと思ってちゃんとリアルに描こうっていうようなことをチャレンジしたことがあるんですけど、やっぱりそうするとちょっと間延びしてくるんですね。漫画の嘘を入れることによってクッて短くなる。で短くなることによって他の演技が膨らむっていうことの積み重ねで面白い漫画が出来上がってるんだっていう、そういうことをちょっと説明したかったんですよ。ではこの手法を試しにマスターキートンでやってみましょう。こうあったとするじゃない。そうすると次のってなるんでしょ。でこれをここに感情がないと、ここはあれだね、もう少しあれだ、ここで演技が入るといいんだね。でこの驚きを表現したいときにここで一回これをここに入れないとこの演技が分かんないってことですよね。そうするともうここに入れないんですよね。一瞬遅れるんですよね。はい、というわけで皆さんこう日常的に何気なく読んでいる漫画ですけども、こういうことがまず基本で成り立っているからあのページ数であれだけのドラマが皆さん見れるっていうことが、そういうことが出来上がってるんですね。その不思議ですね、やっぱり漫画ってものはね。つきましてはですね、ビッグコミックとビッグコミックオリジナルが新人発掘を目的とした合同新作賞っていうのを今までもやってたんですけど、この度それが全面リニューアルになりまして、そのリニューアルの第1回特別
記念審査員、なんか偉そうですね。私浦沢直樹が務めさせていただくということになりまして、その賞に関してはビッグコミックオリジナル12号とビッグコミック12号でその紙面で詳しく載っていると思いますので、よし応募してみようっていう気持ちのある方はそちらちょっとご覧になっていただきたいんですけども、私が1981年に新人コミック大賞を受賞した「リターン」、それがオリジナルの方になりますね。それでビッグコミックの方には40年前ですね、デビュー後書いた短編の「さよならミスターバニー」っていうのがそれぞれ掲載されます。浦沢はこんなんで新人賞取ったんだなみたいな風に見ていただいて、まあ40年以上前の話ですんで、今はもっと皆さんとんがったの書かれると思いますんで、面白い作品どしどしお寄せください。楽しみにしております。そういうわけでまたの会う日を楽しみに。浦沢直樹でした。